こんにちは、快適アートです。この動画は2024年始まって1本目の動画です。この絵は去年の末からずっと描いていたもので、今回はこちらの呉竹さんの細木神秘という墨のセットを主に使って描いていきます。カラーの墨と、あとは黒い墨2種類が入ったセットです。この固形の墨は水彩のように使えるんですが、大きな違いはに革が入っていることによって、一度乾いて定着すると濡らしても取れなくなることです。なので重ね塗りがしやすいです。筆は日本画用のものをいつも使ってるんですが、今回初登場なのはこの名村大聖堂の自在回線という筆の大きい方のサイズです。こちら小の方は使っててすごい描きやすかったので、今回大きい方を買ってみました。細い線も描けるし、絵の具の含みもいいので非常に使いやすい筆でおすすめです。今回の絵は全体的に優しい雰囲気になるようにしたいなと思って描いたので、温かみを感じられるような色を選んで濃淡をつけて線画を描きました。オレンジ系から黒になるまでのグラデーションで線画を描いて、柔らかく見せたいところは特に淡い色味を使って描いています。陰影で塗った黒い墨は新印呉竹という油煙木を使いました。この墨は色に温かみがあってグラデーションがしやすく、乾いた後もしっとりした印象の黒です。この段階では線画と下塗りを兼ねたイメージで塗っています。水彩のように後で取り除いたり、あとは薄くしたりっていう修正が墨の場合はできないので、塗る面積とか一本一本の線に集中しながら描いてみました。服の部分は水で濡らしてから墨を垂らし込んでいます。人間の肌の部分は明るい印象で全てを描きたかったので、陰影の入れすぎとか、あとは色の濁りに注意して薄い色を重ねて描いていきます。墨は色の粒子がすごい細かいので、こういう滑らかなグラデーションとか淡い色の幅がとても出しやすいと思います。次は青系の色の墨を使っていきます。3種類の青を使います。どの色もすごいいい色で、この3色を重ねて夜空を塗っています。
水滴を飛ばして星が輝いているような色ムラを作っていきます。乾かないうちに絵の具とか水とかを追加することを繰り返して、夜空っぽいにじみができるように塗っていきます。次は服の部分に柄を追加していきます。今度はこの山水っていう青っぽい墨を使います。これは松煙木っていう種類の黒い墨で、少し青っぽい色で乾いた時にちょっと落ち着いた質感になるのが特徴の墨です。墨の質感については、油煙木がしっとり系、松煙木がちょっとザラッとしたドライな印象になるというふうに思っています。この服の素材にはこっちの松煙木の方が合っているなと思ったので、同じ黒い墨なんですが使い分けをしています。私も墨についてすごい詳しいというわけではないので、作品の中で使いながら自分の中で使い分けを今考えているって感じなんですけれども、色味や質感の特徴がつかめてくると、使い分けたり、あと墨集めたりするのが多分楽しくなるかなと思います。こちらは初めて使う絵の具です。草壁のハルモニアという分離色のシリーズの漆黒の執事という色です。この絵の具は黒と青に分離する絵の具なんですが、この絵がもともと青い絵なので、あんまりこの絵の具の特に分離した青い色味って分かんなかったんですけれども、結構ざらついた感じが面白い絵の具だったので、レース生地のムラというか細かいざらついた感じを作るのにこの絵の具を使ってみました。次は上映え層の岩彩で色味を追加していきます。墨で下地を塗った上に水彩でこういう風に細かい色味を調整していくっていう組み合わせは結構気に入っています。やっぱり墨だから下地がよれたりしないので塗り重ねがしやすいです。今回の絵はサイズが大きめなので、髪の毛の解像度を結構上げるような感覚ですごい細かく描き上げていきました。こういう細かい重ねて描く作業もやっぱり墨だと取れないのでやりやすかったです。今回の絵は空想の世界を描いていて、モデルさんはなしで描いています。人物を描くときは部分的な顔のパーツは参考写真を撮ったりするんですけれども、そういうのを組み合わせて描いていくようにしています。ターナーアクリルガッシュのホワイトを使って星を飛ばしていきます。今回は背景で細かく星を入れたかったので、歯ブラシを使って星を飛ばしました。仕上げに大きめの星を筆で入れていきます。
髪の毛にもホワイトで線を加えて、髪の束感をさらに細かくしていきます。まつげを追加していきます。こちらはフィギュア用の筆なんですけれども、すごい細くてコシがある筆なんで、毛で毛を描くみたいな感じですね。眼彩の青緑系の色やいろんな青色を使って青い色をさらに深くしていきます。あとはこういうにじみみたいな模様もちょっと書き込んで意図的に入れてみました。こういう星空は今までいろんな絵の具で何回か描いているんですけれども、今回は絵の具のにじみをあえて作ったり、ポタッと落とした形をそのままあえて残して絵の具の空みたいな感じで塗ってみました。細木神秘の白を使います。この白は優しい白で、こういう風に薄塗りで塗るとかなり発色が弱いんですけれども、繊細な白いベールを重ねたような彩色ができます。ここからは人物と背景以外のものをどんどん書き込んでいきます。これは最初の想定では入れてなかったんですけど、手の中に空想上のお花みたいな形のエフェクトを描いてみました。こういう即興的に考えて描いていくのは結構好きなので、最初の下絵の段階でアイディアの余白を残しておいて、途中のこの絵の具のにじみとか、あとは置いた色のバランスとかを見ながら途中で入れるものを考えたりする時もあります。この蝶々は構想にはもともとあったものなんですけれども、どんな描き方にするかは決めていませんでした。出来上がってきた他の部分の描写に合わせて描き方を決めました。毎年ちょっとした隠れテーマを自分の中で設けて制作をしているんですけど、2022年が枠から飛び出そうっていうテーマでやっていて、そして2023年の隠れテーマは私のお気に入りっていうテーマだったんですけど、自分の好きなものとか好きな表現とかをもう一度整理して考えてみようっていう年にしていました。そして2024年もまた隠れテーマを設けていろいろ作っていきたいと思いますので、今年もチャンネルを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。いつもコメント欄とかで、応援とか感想とかいろんなアイディアとかを皆さんありがとうございます。そして最後にキラキラ絵の具を足していきます。今回使ったのは草壁のシャインパールのクリスタルという色です。これすごい綺麗で、色がついていないのですごいシンプルなんですけど、光り方がダイヤモンドみたいでランダムにキラキラ光る感じがすごい綺麗な絵の具です。
そして絵の具自体の色味がないので、いろんな絵の具との相性がいいと思います。ここの部分はクリスタルと先ほどの黒い分離色を混ぜた黒で描いています。こんな感じで好きな絵の具にちょっと混ぜて使ってみるっていうのもできる絵の具なので、気になる方は是非使ってみてください。こんな感じで完成しました。全体的に青と白で色数は絞ってるんですけど、青色だけでも結構いろんな種類の青を入れてみたりして描いてみました。この絵はかなり時間がかかっていて、投稿期間がすごい空いてしまったんですが、自分の中では納得のできるいいものになったと思っています。絵のテーマとか設定については動画では解説しなかったので、皆さんの中でどんな風に思ってもらえるかわかんないって感じなんですけれども、それぞれで解釈してもらって、この絵が気に入ってもらえたらいいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。